こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、大幅なルール改定によりマシンや勢力図が激変した F1 世界選手権2014年シーズン、特にアイルトン・セナ以来の重大事故となった日本グランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。アイルトン・セナとラッツェンバーガーさん、1994年のイモラの悲劇ね。あれ以来人命に関わる重大事故がなかった F1 界だが2014年、20年ぶりに犠牲者が出てしまったんだ。実はこの年、何かが起こってしまうような気配はシーズン開幕からすでにあった。順を追って説明していくぜ。頼むわね。2014年シーズンを迎えるにあたり、最も大きな話題はエンジンの刷新だ。8年ぶりのことだった。これまで2.4リッターの V8 自然吸気だったが、1.6リッターターボの V6 になった。なんか市販車の流行りと似てるわね。低排気量ターボってやつね。変更の理由はまさにそれだ。熟成が終わった大排気量エンジンをただ走らせるより市販車へのフィードバックが期待できるからな。なおこのエンジンだけだと前の方がパワフルだった。今回のはターボといっても燃料使用量に制限があったから下給圧をやたらと上げるようなことはできなかったんだ。モーター部分も進化した。これまではブレーキで減速する時の運動エネルギーを蓄電するだけだったが、エンジンの排熱エネルギーを蓄電する機能が追加された。このモーター部の機能追加によりトータルの馬力は前と同等かそれ以上となった。エンジン1機よりはるかに複雑な構成となったこの動力システムはパワーユニットと呼ばれる。だがいいことばかりではない。排気の複雑化とエンジン回転数の制限により、F1 の主役とも言える官能的なエンジンサウンドが失われた。腹を立てた掃除機の音だのと揶揄され、観客だけでなく選手や運営からも非難落胆の嵐だった。誰も得してない。まあ自然な音がそれなんでしょうね。あえて性能を落として官能的にするなんてできないし。またこの複雑化したパワーユニットの開発導入には膨大なコストが必要で、資金繰りで苦しむ下位チームはさらに厳しい状況となった。次に大きく変わったのはノーズ部の外見だ。まず2012年のルール改正でモノコックとノーズの高さが相違し、いわゆる段差ノーズが生まれ悪い意味での衝撃が走った。憧れの F1 カーがなんて姿に。これ以下はないだろうと思われた2014年、我々は衝撃的な姿を目にする。FIA はスピード、ダウンフォースを抑制するため、その原動力となるマシン下部への空気の流入量をさらに減らしたかった。そうして登場したのがこのアリクイノーズだ。ノーズ先端の高さを一気に下げるようルール改正されたが、ルールに合わせて本当に先端しか下げなかった結果こうなった。やばい箔、これが走る芸術品とか技術力の象徴とか言われた F1 カーの姿だなんて。あとは小林カムイの参戦だな。2012年に日本人最高の3位表彰台を獲得したカムイが2年ぶりに帰ってきた。2013年は日本人が一人もいない寂しいグランプリだったから嬉しい話題だな。こうしてマシンとドライバーが出揃った。なお開催地についても大きな変更があった。昨年まで開催された韓国グランプリだが、赤字続きで今年とうとう開催中止になった。逆にロシアグランプリが新たに開催されることになった。2014年2月に開催されたソチオリンピックの跡地が活用されたんだ。マシン、ドライバー、コース、これまでと違った F1 のシーズンになりそうね。まず2014年1月から3月、プレシーズンテストが行われた。最注目は4年連続でエンジン開発メーカーとして供給先のチームを勝たせてきたルノーのパワーユニットだ。F1 参加11チーム中、小林カムイの所属するケイタハム、昨年まで4連覇中のレッドブルレーシングを含む4チームがルノーからパワーユニットの供給を受けていた。ルノーの新しいパワーユニットはパワー不足だった。さらにブレーキ改正システムの故障でブレーキが効かない、モーターが突然停止するといった不具合も頻発した。これは大ピンチね。一方メルセデスのパワーユニットは非常に好調だった。ワークスチームであるメルセデス AMG F1 を含む4チームがこのパワーユニットを使用していた。残りの3チームはフェラーリのパワーユニットを使用。ルノーほどの不具合はなかったがメルセデスより明らかにパワー不足だった。フェラーリエンジンのうち1チームはマルシア F1 チーム。今回の動画で紹介するジュール・ビアンキ選手がいた。ビアンキは2009年に創設されたフェラーリドライバーアカデミーの最初の門下生だ。これはフェラーリが将来の F1 ドライバーを育成するために作ったレーシングスクールだ。運転技術以外にも筋力トレーニングやマスコミ対応など総合的な訓練が行われる。将来はフェラーリのシートが優先的に与えられる。ただしシートは数名分しかないため何年待つかわからない。他チームに在籍しそのまま帰ってこない選手もいる。正ドライバーが2名よね。
確かに待ってられないわ。今のチームで大成するのは難しいのかしら。ビアンキが所属するマルシアは強豪とは言えないチームだ。創設された2010年からずっと優勝すらできずにいた。2013年はマルシアからビアンキが F1 デビュー。しかし状況は変わらず昨年の最高はビアンキの13位。やはりノーポイントで終わった。パワーユニットは強豪から供給されたものよね。それでも勝てないの？心臓部だけではきついな。マルシアは厳しい資金繰りでチームを運営しておりマシン開発に割く資金はなかった。徹底的にマシンを磨き上げた上位チームに比べ、マルシアなど下位チームのマシンは2割もダウンフォースが少なかったらしい。心臓部以外はかなりハンデがあるのね。そして迎えた開幕戦、3月のオーストラリアグランプリだ。ルノーのパワーユニットはまだ調整が完璧ではなかった。スタート直後、小林カムイのマシンのブレーキ改正システムが故障。ブレーキが効かない。ウィリアムズのフェリペマッサに追突し両者リタイア。これは厳しいわね。開幕戦で1周も走れなかったなんて。他にもマシントラブルが多く、完走したのは22台中14台だけだった。表彰台はメルセデスが独占した。以降もシーズン終了までメルセデスの躍進が続く。6戦目のモナコグランプリは記念すべきレースだった。ビアンキは21番手グリッドからスタートし9位フィニッシュ。チームと自身に初の優勝をもたらした。おめでとう、すごい追い上げたのね。モナコで強いのって実力があるドライバーの証って気がするわ。続いて7戦目カナダグランプリ。ビアンキはチームメイトのマックス・チルトンのスピンに巻き込まれる。両者リタイアという停滞結果となる。第8戦オーストリアグランプリ。ポールポジションをウィリアムズのフェリペ・マッサが獲得した。残りは全てはアクスチーム、メルセデス AMG F1 が取った。前線ポールをフェリペ・マッサが阻止したとも言える。まあメルセデスのパワーユニットだから同業者とも言えるが、残りは全部ポールポジション持ってっちゃったのね。メルセデス強すぎる。そうして第15戦の日本グランプリを迎えた。ここまでマルシアのビアンキはモナコでの9位入賞が1回、ケイタハムの小林カムイはノーポイントだ。上位陣は、メルセデス AMG F1 が圧巻の14ポール11勝。昨年まで4連覇していたレッドブルレーシングは3勝だ。でもあれだけダメって言われていたルノーのパワーユニットでレッドブルが3勝もしてるのね。まあなんとかな。5期まで使えるパワーユニットは次々壊れ、いよいよペナルティを受けての6期目投入が噂されている状態だった。3勝を挙げたのはダニエル・リカルド。同じレッドブルで昨年まで勝ちに勝って4年連続ワールドチャンピオンを取ったセバスチャン・ベッテルはなんと今季1勝もできていない。ベッテルはもうルノー、レッドブルとの決別を決めていた。日本グランプリのレースウィーク中に来年のフェラーリへの移籍を発表し会場を驚かせた。プログラムは順調に進んだ。10月2日木曜日、ピットウォーク、東コースの開放、ドライバーサイン会。台風が接近しており時折強く雨が降ったが、場内は明るいムードだった。ファン向けのイベントが多かったのね。10月3日金曜日、いよいよマシンが登場する。1時間半のフリー走行が2回。それとパレードランだ。サーキット外ではイオン鈴鹿での写真展や鈴鹿市役所でのタペストリー展示、白子駅商店街でのスロットカーレースの開催、特製機種配布など様々なイベントがあった。サーキットのグランドスタンド裏のイベントも大盛況だった。歴代のホンダのマシン展示や選手のトークショーなどだ。ゲストで佐藤拓磨やナイジェル・マンセルが来ていた。他にも地元のフレスポ鈴鹿で地元前夜祭があって鈴鹿市市長が来ていたようだな。見切れないぐらいあるわね。さすが日本最大のイベントだわ。10月4日、土曜日。曇っていたが時折晴れ間もあった。午前中が最後の練習走行だ。計測タイムは22台中、21番手がビアンキで22番手がカムイだった。まずい最下位争いしてる。予選は頑張った。それぞれが1台抜き、ビアンキは20番手。カムイは21番手だ。まあ1台でも一歩前進よ。なお19番手はカムイのチームメイトのマーカス・エリクソン。22番手はビアンキのチームメイトのチルトンだった。2チームが買いで固まってるじゃない。それはやっぱ喜べないわ。辛いシーズンね辛いわ。夜は恒例の前夜祭で盛り上がった。心配されていた天候はここまではほとんど持ったな。そして10月5日、決勝レースの日だ。天候は朝から雨。それでも7万2000人が来場した。7万すごい、台風関係なく集まったのね。いや実はこれでも過去最低レベルで少ないんだ。F1 ってもっとすごいんだぜ。台風は九州の南にあって、三重県は翌6日の午前中に通過するようだ。日中は強雨が予想されている。翌日帰る人の交通も心配だな。決勝レースは15時スタート。それまではパレードやピットウォーク、他には併設レースのスーパー FJ、ポルシェカレラカップの2レースが開催された。雨は降ったり止んだりだ。
お昼のパレードでは伝説の F1 マシン、FW11 や MP44 の走行が見れるはずだったがさすがに雨で濡らすわけにはいかず中止になった。でもドライバーは傘さして回ってくれたのよね。決勝レースは大丈夫かしら。雨を考慮して早めるような噂もあったが、結局時間の変更はなかった。そして15時のスタート直前にこれまでにない強雨となる。気温も19度。前日より5度も低い。レースはセーフティーカーの先導でスタートしたが雨は強いまま収まる気配がない。どう見ても危険だった。そしてケイタハムのマーカス・エリクソンがスピン。もう中断してくれと誰もが思っただろう。すると赤旗が振られ実際にレースは中断になった。15時25分、雨が弱まりマシンがコースイン。セーフティーカーが先導してコースを回る。数周してセーフティーカーが退避。レースが開始となる。1時間ほど雨はほぼ降らず、コースに残った雨が水しぶきとなって舞う迫力のあるレースが見れた。ウェットのレースにもかかわらず大きな波乱はなく進んだ。メルセデスのツートップが他を引き離し、マルシア、ケイタハムは下位で争う、今シーズンの定番的な展開だ。そして53周のレースのうち36周目頃だ。再び強い雨が襲う。もう辺りは薄暗くなり始めており、一気に厳しいコンディションになった。そして43周目、恐れていた事態が起こってしまう。ここは東コース。エイドリアン・スーケルのマシンは逆バンクを回ってダンロップコーナーに入った。ダンロップコーナー、この大きなコーナーね。ああ。スーケルのマシンを後ろから。ダンロップコーナーは深い水たまりができていた。スーケルは水たまりに乗ってしまう。マシンがコントロール不能に。いわゆるハイドロプレーニング現象だ。大きくコースアウト。タイヤバリアに衝突し、停止。16時46分頃だ。スーケルに怪我はなく自力でマシンから脱出できた。しかしマシンは破損しリスタートできない。コース外ではあるが撤去が必要だ。逆方向から。マシンは12番ポストという待機場10メートルほど過ぎたところで止まった。ここに係員がいる。危険が発生したため、ダブルイエローフラッグを振り始めた。ダブル ?1 本と2本で違いはあるの？ 1 本は障害物をかわせるよう原則。2本は障害物を大きく避ける、またはいつでも急停止できるほど原則だ。ちなみにダブルイエローフラッグは12番ポストと、その手前の11番ポストで振られた。これは後々重要な意味を持ってくるぜ。2箇所でダブルイエローフラッグが振られていたのね。わかったわ。状況を進めてちょうだい。スーケル選手のマシンの撤去よね？ああ。1分かからずクレーン車が到着。タイヤバリア奥への撤去を始める。マシンを浮かせて、交代する。ダブルイエローフラッグは振ったままだ。レース中のマシンに減速を促す。交代開始。マシンが完全に12番ポストを超える。12番ポストから先は安全だ。係員はグリーンフラッグに変更した。そしてフラッグの変更後、わずか十数秒後のことだ。ビアンキがコースアウト。クレーン車に衝突、時速210キロ。ああ、ビアンキ。16時48分のことだった。クレーン車は約7トン、ビアンキのマシンはわずか700キロだ。どうしてコースアウトしたの？スーケルと同じ、ハイドロプレーニング現象だ。タイヤの排水が追いつかず、タイヤが地面を離れ水に完全に乗った状態だ。制御不能となる。コースもほぼスーケルと同じだ。クレーン車のリア部に潜り込むように衝突。最後はタイヤバリアで止まった。重機との衝突なんて想定されてないわよね。ビアンキ。上から。マシンの左側がクレーン車と衝突し、マシンは時速210キロから瞬時に停止状態になった。その衝撃は 254G。到底体が耐えられる力ではない。16時50分、ドクターカーが到着。セーフティーカーを追い越してやってきた。ビアンキは外傷はなかったが呼びかけには応じない。16時56分、ビアンキを医務室へ搬送開始。その後救急車で30分ほどかけて三重県立総合医療センターへ搬送された。脳内出血が見られ3時間に及ぶ手術が行われた。救急ヘリコプターは使えなかったの？ああ。総合的な判断だ。病院側のヘリポートの構造上、強風での着陸には危険があった。またビアンキの容体から見てもヘリでの搬送は容体を悪化させる可能性があった。車の方が揺れるような気もするけど？いや高高度を飛行することでの気圧の問題があったらしい。手術後もビアンキの意識は戻らなかった。フランスから駆けつけた家族から微慢性軸索損傷であるとの発表があった。強い衝撃で脳神経が断裂した状態だ。以降、容体は安定し母国フランスの病院に転院したが、意識は戻らなかった。容体が急変し事故から9ヶ月後の2015年7月17日に帰らぬ人となった。
まだ25歳だった。ビアンキ選手、どうか安らかに。レースだが、ビアンキの事故後セーフティーカーが入る。その後46周目に赤旗が出てレースは終了となった。優勝はメルセデス AMG F1 のルイス・ハミルトン。8勝目だ。小林カムイは19位だった。とは言っても2名がクラッシュ。それに2周目にマシントラブルでリタイアしたアロンソがいるから実質的には悔しい再開だった。カムイが1年いたケイタハムはこの2014年シーズンをもって資金不足のため消滅した。ケイタハムは結局2010年の初出場から1ポイントも獲得できなかった。資金難の中、カムイ選手は立派に戦ったと思うわ。ビアンキのいたマルシアも資金不足で2014年の終盤参戦は欠場している。だがビアンキがモナコで獲得した2ポイントにより2014年シーズンは総合9位となった。9位の賞金は数十億円に上りマルシアは延命され2015年シーズンまでは参戦を継続できた。下位チームはほんとギリギリなのね。ビアンキ選手、無事だったとしても来年も大変だったのかしら。このレースウィーク中にザウバーとの来年の契約が交わされていたとか、来年離脱後にフェラーリのワークスチーム移籍が決まっていたという噂はあるな。この事故は結局何が原因だったの？ビアンキ選手がスリップして、そこにクレーン車がいて、不運だったってことなの？ 2014年12月、ビアンキの事故に関する事故調査報告書が FIA で取りまとめられた。それによると、根本的な原因は残念ながらビアンキの速度超過とされている。11番ポストでダブルイエローフラッグが振られている以上、ルール上はすぐ停止できるほどの速度に減速すべきだった。時速210キロは規則に従っていたとは到底言えない速度だ。でも12番ポストではグリーンフラッグだったんでしょ？グリーンフラッグを見て加速し始めたんじゃないの？フラッグはあくまでそこを通過した瞬間から有効なんだ。すぐ先がグリーンだからイエローの区間で飛ばす、というのは気持ちはわかるがフライングだ。とはいえレースしている以上きちんと守る選手は少ない。現状がそうである以上、作業者からほど近いポストは依然イエローのままにすべきだったとアラン・プロストは話した。また、減速といっても明確に時速何キロに落とせ、というルールはなかった。選手の感覚に任されていた。選手はいつもの通りに走って、運営は規則にしっかり従ったのね。遠因という意味では他にも考えられるぜ。まずは天候への対応だ。今回は15時スタートでしかも台風は接近中という状況だったよな。15時では少しの遅延で夕方の日が陰る時間にかかってくる。しかも台風はより接近し天気は一方的にひどくなるわけだ。なぜ15時スタートを前倒しできなかったのかと非難された。これは前日の予報では前倒しした方がより悪天候だったとか、放映権の都合で決行せざるを得なかったとか、15時にしか来れない観客に配慮したとかいろんな情報がある。世界中で生配信されるんですもんね。お金が動く以上、容易に変更できないのはわかるわ。でも危険を負うのは選手なのよ。思い切って1日とか2日ずらすのは無理だったの？まだ接近してもいない台風を理由に、いろんなイベントを潰してまで前倒しするのは難しかったんだろう。先送りするのも不可能だった。なんと連戦なんだ。10月12日がロシアグランプリ。月曜日には資材の運搬を開始する必要があった。次にレース中止の判断だ。天気は結局その時にならないとわからないが、レース中天候が悪化した時にレースを止めることはできたはずだ。大雨が降ってきて、スーティル選手がスリップした時点で赤旗中断、少なくともセーフティーカー導入はすべきだったという意見が多いな。プロストも言ってたな。でもセーフティーカーが入ると終わりが遅くなってさらに暗くなるから危険も増えるわ。やっぱり15時スタートが後々の判断まで悪い意味で効いちゃってる気がするわ。マシンの問題もあるだろう。今シーズンに導入されたパワーユニットはブレーキにも影響しており選手はこれまでの経験を捨ててマシンになれる必要があった。しかし今シーズン、雨の決勝レースは日本グランプリが初めてだ。選手は経験がない状況でレースしていたんだ。なお事故調査報告書には改善点も提案されている。木旗時の制限速度の制定やコースの排水機能の強化、日没4時間以上前のレーススタート、ウェットタイヤの改良だ。対策としてまず2015年にバーチャルセーフティーカーが導入された。指示が出ている間は先導車両がいるかのように、車間を維持し指定速度で走行しないといけない。セーフティーカーは出て帰るまで時間がかかるし、差が詰まってレース結果に大影響したりしてしまう。あまり頻繁に出すとレースが興ざめする弱点がある。バーチャルセーフティーカーは木旗以上セーフティーカー未満のインシデントに対し発動され、コース上の用が済んだら早々に解除される。まさに両者の隔たりを埋める中間的な機能だ。また2018年からは頭部保護デバイス、ヘイローの装着が義務付けられた。2020年のグロージャンの事故など、ヘイローは確実にドライバーの人命を守っている。
これドライバーは前が見にくくないの？意外と良好らしい。そんなに正面は見ないし、人間の目は顔のど真ん中についてないしな。それより緊急時、脱出に時間がかかるのが問題のようだ。鈴鹿では2022年の日本グランプリでも作業車とのニアミス事故が起こってしまい大変な騒ぎになってるな。ピエール・ガスリー選手ね。危なかったわね。ニアミスで済んだのはほんと不幸中の幸いだな。レースは命がかかってるんだ。あらゆる二度目が徹底的に排除されることを願うぜ。頼むよ。以上、今回は F1 世界選手権2014年シーズンと、日本グランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。